Good morning, ladies and gentlemen. Captain and his crew are happy to welcome you on board this flight, especially chartered by the Tokyo Valley. We wish you a nice flight. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.温かいおにぎり一つ食べればそれだけでやっぱりこの忘れかけてた日本食を思い出せてそれ体に染み込む感じを感じると、ダンサーたちがこう疲れた時に、やっぱりこうミスも起こりやすくなるし怪我もしやすくなるし、もうそれだけでハッピーでそれだけで頑張れる自分はそうだからだったらやっぱり少なからずそう思うダンサーも多い。ありがとうございました。ありがとうございます。もちろん疲れてないといえば嘘になるけどやっぱりそれ以上に得るものがすごい大きいから大変だけどやっぱり続くことによって疲れた時にどうすれば自分の体をコントロールできるかとか日本とのこうお客さんってやっぱり若干この反応が違ったりとかする時にどうすればいいかとか。舞台が多い分いい意味で舞台に慣れていく無駄な緊張だったりとか無駄な頑張りがなくなって普通の自分でいられるようになっていくからきっと舞台が日常に襲っていくっていうかもちろん疲れた部分もあるけどそれは日本での疲れ方とまた違って心地よい疲れっていうか、バレエ団は本当にいろんなレパートリーも古典もありネオクラシックもありコンテンポラリーもありってすっごいたくさんある中で、あえて最近セレナーデというものを取り入れた。完全なコンテンポラリーでもなく完全な古典でもなくそのちょうど中間のネオクラシックっていうジャンルで
そしてそれをその日本人の現在のバレエダンサーがこのように踊ってるんだっていうことをヨーロッパで見せるってことは一つの意味があるんだろうなっていうふうには感じてます。で動きもすごい揃った中でシンプルに始まって装置もなくて衣装もみんな一緒で本当にいい意味でシンプルでこう飾りがないなんかその表現者としてこの現在の東京バレエ団の日本人ダンサーたちっていうのは非常にその細かい音楽のひだだったりとかなんか細かいニュアンスだったりとかそういったものを表現するのに適しているのかもしれないですね。なんていうのかな、ただ揃ってる動きじゃなくてその動きの中に温度みたいな湿度みたいなものが絶対にないと良くない、何か違う、そうなると劇場の一体となるものだと思うね。雰囲気みたいなのを作るのが東京バレエ団は上手にできたんじゃないかな出てきて。この間にフォーカスしたいんだけどダメだ。そうだね。この間にもうフォーカスもう大丈夫だけど。上に落ちちゃったら山ちゃんだけ。もう上の。さ本当に5分でさできるの？ほぼなんとかなると思う。こっちもさダンサーさ、2人まあでも5分つってて7分になっても別に大きな問題ない。ミラノに着いてからそのミラノスカラ座ではトリプルビルの時に休憩は1回しか入れない。で入れるんだとしたらドリームタイムの後、春の祭典の前って言われて、でもセレナーデも出てるし、でも次のドリームタイムも出てるし、で転換の5分しか休憩がありませんって。休憩じゃないしみたいな感じでしたけど、でもセレナーデをそれを理由に出ないっていうのも違うかな。2人を待つだけ、本当に2人ができないと始められないから、特にあの作品は女性がね最初3人寝てるからすごく集中しなきゃいけない。でもさっきまでセレナーデ踊ってた、ポワンと履いて踊ってた。まあ緊張しました。頭真っ白になってましたね。背景とつながるような台形のリノリウムを横引きに引かなきゃいけない。でその転換をスタッフさんたちは5分でやらなきゃいけない。最初すごく静かなところから始まる。普通はバレエって音楽に合わせてカウントがあってそれで動いてるっていうところがあるんだけど、全く何もないです。音楽が横向いてたりするからその相手も見えなかったりするし、その呼吸をこう無音の中でもこの足音スッとかそれを聞きながらやるっていうところ。
で、ドリームタイムも今回初めてやって、キリアンの作品っていうのは踊るとものすごいなんかもう全然違う、なんかその見てるお客さんとして見てるのとダンサーとしてキリアンの作品で踊ってる時っていうのはやっぱ全然違う、どんどん追求しちゃう、ハマる。坂の方が合ってるんだよ。で、気を立てて。使えてない？もうちょっと待って。したい。で、保って。かわいいね。そう。分かっているような分かっていないようなでも異空間のような世界観っていうのが今のこのお客さんたちにそれぞれ多分見て違う答えがあると思うんですけど、でもそれでそれぞれが感じ取ってくれたんだったらそれでいいのかなっていうふうに思うので、いろいろ想像できる作品なのかな。クラシックと違って何々ができた、ちょっとバランス崩れたっていうようなレベルとはまたちょっと違う作品の深さ、細かなストーリー性があったりするわけではないから、動きから感じるニュアンスだったり気持ちだったりをそのまま僕は僕なりにもうただただもう出していく一方だから、本当にエンドレスに突き詰められる作品なんじゃないかなって僕自身はすごい今回舞台で踊ってみて改めて思いました。何とも言えない空間とかその世界観に照明とセットと衣装とで全てが合わさった時によりその作品の素晴らしさが出るというか、本当に綺麗で。日本人が踊るのと日本の作曲家竹光徹さんっていうのがやっぱすごい意味があるし、バレエ団にとってももちろんすごく意味があることだと思います。この作品の装置はこの東京バレエ団しか持っていないのね。だからものすごくそれは宝だからこそ、これからもこの作品はずっと踊り続けていってほしいって願っている。後ろから行って、それ私あれしたいのはもうこれ終わったってみんなで言っていく。それでゆっくり下がる。それでまた下がって行く時もでこういう風に踊ってもいい。その辺はそれに順番通り新たな図かな。今まで見たドリームタイムの中で一番美しいと思った。
自分が求めているところはここだったんだなって、これを見せたかったんだなっていうのが初めてこう感じられた。本当にこの5人この短い時間の中でドリームタイムなかなか練習時間取れなかった。その中で、自分たちで時間を見つけては探求していって、よくここまでやったって本当に嬉しかった。この大変な緊張感の中でよくやった。よくやった。よくやった。すみません、アチチュードがね。アチチュードだけでもよくさせこまでそれを知って。ゲネノはどこに行った？ゲネノは。ありがとうございました。いやけど一個金子のバランス崩しちゃったんで。大丈夫大丈夫大丈夫。本当にすごいし。本当のこと言っても一番さイタリアで評判が良かったのがこれなの。っていうか評判っていうかきっと見たことなくて、これを持ってきてくれてありがとう、これを持ってきてくれてありがとうってみんなから言われた。こんなエキゾチックな素晴らしいバレエを見たのはって言っても、オーケストラの人たちもみんなこれ見に行ってるの。それで僕たちでも弾けたっていう。次はぜひ弾いてもらって。泣き顔。泣き顔だよ。いや悔しかった。やっぱり着地の瞬間もう膝の中がグリンってなって、でもうちょっと無理かもと思ったんだけど、一回袖に入った時に。でもやっぱりソロをいただいたし、そんなすぐ治ると思ってたし、1日ぐらいで。で本番後は普通に歩けたの。で夜も普通にご飯食べに行って、ちょっと痛いなと思ってたけど、で次の日から歩けなくなっちゃって。Got to pay back. Revenge. I'm mad. Got to get back. I need some get back. Pay back. で無事に踊り終えて、袖入ったらやっぱりいろんな先生も来るし、ここがこうだったとか、ここがこうだったとか、ダメ出しとかいっぱいもらって、でもあんまりそこで
いやあの時ちょっと膝が痛くてとかいうのもちょっとダサいからもうダメな人ははいって言って聞いて、まあ怪我はしちゃったけど、まあ最後までちゃんと踊りきれたし、まあそこの怪我に関してはその全然後悔はないかなと思って。ダンスは誰でもいつ怪我するかわからないし、普通に踊れてた時のありがたみもやっぱり感じたし、思いっきりやってやっぱりこっからどこまで戻れるかっていうのと、ちゃんと復活して踊るとこは見せなきゃなと思う。俊太郎が足を痛めて、彼は春の祭典では若者を踊る予定だった。で若者を踊ってない時にはそのコールドの方に入るって。みんなの健康がね何よりだから舞台に誰か立てない、じゃあここの代わりどうするみたいな、じゃあ誰にスイッチしてっていうことをやっていくのが結構一番大変なことかな。真央が今言ってくれたんだけど、リーダー初日リーダーはやって2日目はやらないで初日、真央がコールド入ってくれて。春の祭典はずっとリーダーしかやったことがなくて、2年前の8月にコールドをその時にやらなきゃいけないってなった時に、初めてコールドの稽古をした時にコールドにしかないジャンプでアキレス腱を切ったの。すごいトラウマ。フラッシュバックってこのことなんだなって、手の震えが止まらないぐらい。今回はまあリーダーだけっていう話だったけど、まあ我らのカンパニーの中でやっぱトラブルが出て、必ず僕が怪我をした時に誰かがその穴を埋めてくれたのと同じように、誰かが怪我したら今度は自分がその穴を埋めたいってずっと思ってて、で今回がまあその機会だった。でも僕が出ることになったからトラウマを克服できるチャンスだったのかなと思って、すごくいい経験だったかな。Violence it's a mess. It's a complete mess. It's because, Violini, it's too long and you're using too much bow. Yeah, it's gotta be okay, it's not this. Let's bow. Ancora. 1, 4, 1. 1, 4, 0. 3 and 4. Shinzo かなの鼓動かな、こうなんて言うんだろう、内臓な気がする。それがこう出てきていて、だんだんね、最初バリエーション始まる前ってね、こう16回これがあるんだけど、だんだん大きくしていくの。それから動き出すの。だからやっぱりこの間日本で花柳二郎先生がね、歌舞伎の指導に来てくださった時も、とにかくいろんな役は腹だって、その役作り、お腹の中から役を出さなきゃいけないっていうのは、どんな世界でもね、踊りの世界って一緒なの。シュシュとやっていきまあ最終的には音のカウントを自分の中で10とか11とかちょっと数えながらやったりとかしてたんだけど、最初はもうそんぐらい、後半はもう爆発的にやったかな。
感情こうなるところさ、体がただこういうふうに立ってるんだけど、中にこう入っていくように、中に入っていくようにしないと、そうただこうなんかすごく計算されたようじゃなくて、ちょっとっていう感じで、それでいつもねこれで止まるのが早いの。もうちょっとだけ中に入ってるとやっぱり普通のコードバレエってクラシックバレエと違ってビジュアル作品っていうのが僕も大好きだったし、みんなもう極限のその先までこう踊らされるから、もうなんかもう最後もよだれ流して汗流してもドロドロないのにうわーってこういう。踊りで自分の思ってるこういう気持ちだったりとか感情とかをなんか踊っていくにつれて、その弱いだけの部分じゃないところも出さないといけない。人間生き物としてどういうふうにこう生まれてきたか、どういうふうにみんながみんなそれぞれ同じ力を持ってるわけじゃないし、この人は強いかもしれないけどこの人は弱い。男性がもちろんカウント取っていくところもあるけど、こういうところとか全員をカウント今最後に繰り返してこれ早かった人がいるから、それは音で心を一つじゃないけど、感じながらやるようにしてくれる。104 tutti。僕たち踊る役がリーダーっていう役で、2人が実は戦ってる。だからその踊りながらお互いの目を合わせて、それにエネルギー入れて面白くなる。ただ動けるだけではなくて、本当に前にいる人間と戦ってて楽しい。作品が生きてくる。30年ぶりに、このウィーン国立歌劇場に戻ってきたということなんですけども、他のバレエ団もいっぱい時々いろんな団体がウィーンに来るのかと思ってたらば、東京バレエ団しかゲスト出演してないんだということを伺ってちょっとびっくりしたんです。The truth, we don't invite anybody here because we present 300 shows every year on this stage, and we finished 2 days ago. We were exhausted, but today is just like a new life. It's a new energy and a beautiful show. The main thing is that you are fantastic. 最後33年前ここで
踊った。舞台の方は私のことをもう覚えていないと思うけど、でもこの舞台上に立った人みんなの心の中にずっと生き続けてる。33年経ってこうやってみんなを引き連れて、また東京バレエ団の一員として舞台を作り、このヨーロッパの劇場に携わることができて、なんか信じられないな。Buonasera. Yukari-san. Ah! Ай! Здравствуй, Дива. Прекрасно выглядишь, слушай. Да, нет, мы всем сказали, что гениальная программа, вы должны видеть ее. Всем. Это лучшая японская труппа. Для меня, во всяком случае. Рада видеть. Я тоже рад. Сегодня будет танцевать «Священная весна» и вообще премьера. Он будет Первый раз перестань. Потрясающе. Тогда ни пуха, ни пера тебе. Да, и мерд. Но случайности нету. Всегда. Ну, я не знал даже, что вы здесь должны выступать. Я тоже не знала, что да? вы здесь. А вот здесь, это тоже, конечно, было, когда на жаре ты должен был сначала. Я слышала, днем. что вы здесь танцевали. Я танцевал здесь, да, танцевал Дон Кихот здесь. Дон Кихот, да? Да. Катя тоже любила. Обожал совершенно. Она всегда Но говорила, здесь что... был огромный пол и покат, я не знаю, как сейчас. Сейчас нет никаких покатов. А у нас просто. покат был огромный, и Правда? поэтому было... А из-за того, что пространство было большое, да, кажется, что просто вот тебя вот так вот несло. Вот это, конечно, сказка. Смотри, остатки фрески, видишь, маленькие. Но, слава богу, хотя бы это сохранилось. Удивительно. А здесь, мозаика здесь была вообще феноменальная. первый раз в Риме. Представляете? Вообще не было. Это город, который и Катя, и я, мы обожали его всегда. И я до сих пор для меня он остается.バヤデールなんかは本当にニキアの影として一人一人がニキアじゃなきゃいけないし、すごい自己主張があってもダメだし、一人一人が本当に一人でそこに立っても存在感がある中で、音楽とその呼吸と動きのタイミングとで合わせていく。ライトがついて私が一歩目出ていく、坂に向かって下っていくからすごい緊張するし、それで24人が
アラベスクで立ったら誰一人ぐらついちゃいけないっていうのそれぞれがよく分かっているから、だからあんなに緊張するんだと思うのね。ちょっとした見えない360度の感覚が感じるっていうか、全員が一つ止まってる時も言葉で表せないなんか一体感。山中で滑るんだ。みんなに言っておいて。要注意。でもこれ強くなるね。これはね、背中。これでやるだけで、もう明日起きれそうもないもん。すごい大変。ぐらつかずに毎回マックスの神経使って何十回もやること。それがすごい。強くなるよこりゃって思った。ごめん。ちょっと帰って。戻って。早く。ブロックになりに行く時からもうそう言ってない。ですよね。いいです。シンクロって言ったらそれこそ機械的なだけに合わせるでできちゃうことだと思うんだけど、でそこであれですね。いいです。やっぱりクラシックバレエこの音で動くじゃなくてその前とかやっぱりつなぎ目の部分とかですごく変わってくるから生き生きして踊るか、踊りってそういうものだと思うからやっぱりそれプラスアルファのところをやっぱりやらないといけないっていうところではもう本当視線から何からっていうところもやらなきゃいけないし、後ろの足で音を取らないと。でもそれを指導者だけじゃなくてリハーサル時間が終わった後に彼女たち自身がこうだったよねああだったよね踊りをする時にやっぱりその違いとかがちょっと出ちゃったりするのを癖を直したりとか。そうもっと中にさ中途半端私はそう思って1,2,3,4でいつも出ようとしてたの。でもさ待ってここさ広いからさ絶対結構自分たちでやる意識っていうのが高いからそれだけじゃないプラスアルファのクオリティになっていくんだと思う。暑い昼が暑い、リハーサルが大変40度ぐらい、なんか常に体が暑いからやっぱ外だと。でもなんかなんていうのかな、バレエ的にはまだ温まってなかったりするから惑わされる。9時以降みんな聞いたと思うけど電車が通ります。ガタガタっていうのがもしかしたらすごく静かなバヤデルカのシーンになるかもしれない。でも仕方ない、どうすることもできない。だから、どんなに電車が通っても惑わされずに踊り続ける。いいね。カラカラ劇場にしてもネルビーにしても外なわけよ。風は吹いたり何が起こるかわからない。ライトがついた時に急にそこに虫が舞台上に集まってきてもマミコとやずにどうしようって思った。どんなに踊りづらいか、もう口開けても虫が入ってくる、きっと目にも入ってくる。でもどうすることもできない。それが野原でとか道路で踊ってたって見てるお客さんがいてくださって、
そしたらそこが舞台だし変わらないかな。本当に出てよかったと思っているすごいところ、あそこで舞台に立てるっていうことは本当にダンサーたち幸せだったと思う。プレッシャーしかなかった。僕は2008年の4月に入団してすぐの海外ツアーの時にザ・歌舞伎を始めて、その時は踊る役にも入ってなくて本当にエキストラ立ってるだけとか通過だけとかそういった役しか最初はもらえなくて、バレエ団に入った時はやっぱりこの大先輩の方たちが踊ってプリンシパルの方しかやってられないのを僕は見てたから、まさかそういうふうにましてやその東京バレエ団の一番大事な作品と言っても過言ではないこのザ・歌舞伎を抜擢してもらえた時はもうプレッシャーが大きすぎて体調悪くなったりもしたし、もう泣いたことも何回もあったし。でも本当につきっきりで直樹さんに指導してもらって一日中レッスンが終わってからリハーサルが終わるギリギリまで別館の違うスタジオでこもりっぱなしで指導してもらって、でその時にもう本当に一番記憶に残ってる言葉が今でも多分今でもっていうか一生忘れないのが「背中で引っ張れ」っていう風に言われて、何が正解かもちょっとよく分かんなかったし、とりあえず頑張る、誰よりも頑張って、やっぱりそれで後輩に抜かれて悔しいって思う先輩も多分ほとんどがそうだったと思うし、だからこそやっぱりこうとりあえず誰よりも頑張ろうと思って、レッスンはもちろんリハーサルも本当に死ぬ気で。なんか目もうちょい大きくしてもいい気もする。なんか黒でしょ。黒です。
黒も太い方がいいかもね。なんか踊り少ないのにすっごい疲れるんですね。全幕みたいなハーハーゼーゼーみたいな疲れとは違うんですけれども、じーっと視点を動かさずただ歩くとかただ正座するとか、そういった中にそのアーティストたる器量でしたり、こう中からにじみ出るものだったり存在だったりとか、そういったものを役柄を通して表現することが一つの課題だって思っているので。入団した時から、ゆかりさんの顔よ御前にすごく憧れてて、ずっとコールドバレーの時から見てたので、もう初めて踊る時はとても嬉しかったし、今ゆかりさんがみっちり指導してくださってる中で、私の大好きだったゆかりさんの顔よ御前のね、あれから直接教えていただいてるので、そのまままっすぐゆかりさんの言う通りに突き進んでいけば大丈夫っていうのがあるから。海外公演に来ると、この作品に関してだけは四十七士なきゃ成り立たないの、四十六士じゃダメなんだ、物語が成り立たないのね。だから海外に来る時には現地のエキストラの人たちをお願いしてるの。ちょっと走ってもらってから選ぶ。日本人の子たちだったらすり足だとか、その走り方だとかっていう腰を落とした足をアンデオールでバレエとは全然違う反対の動き、腰をスッと下にしたままずっと走るっていうのはものすごくもう体の中に入ってるんだけど、それを西洋の人にしてもらうっていうのはすごい難しいことだって行くところ行くところ感じる。いいんじゃない彼のダメだ、大丈夫。ダメ。Just once again, now we understand. Okay. 大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。OK。大丈夫大丈夫。まずそのボーリングっていうんだけど、最初に戦う前にこう、上手から下手下手から上手で少しずつその人数が減ってきて、で最後は一人になってっていうか、ボーリングのシーンっていうのはもう一番この歌舞伎でもシンボリックなシーンなわけ。そこで例えばもう日本人の子たちっていうのはその感覚っていうことには常に東京にいる頃からもう養ってるのね。その距離感だとか感覚だとか、その前後のその人との自分の在り方とかね、そういうのあそこでねちょっとでもねやっぱりずれると神経取られちゃうの、見てる人っていうのは。あそこだけ一人分空いてるとかね、例えばそこで神経取られると結局その世界に入っていけない。
ただ場所に立てばいいんじゃなくて、やっぱりそのフォーメーションできちんと立つ。やっぱりこの日本人らしさみたいなものがすごく強くあるから、そういうところがそういう歌舞伎とかっていう作品で強く生かされるんじゃないかなと。戦闘でみんなの、手本というかみんなのやる気を出させる主役になるっていうのはすごく大切なことだなと。やっぱりこの人が真ん中の時はなんかすごいやる気が出るっていうか、そういったダンサーになるっていうのがすごく大事。これはユラノスケに限ったことじゃなくて、他の作品でも例えば落ち込んでる子がいたら一緒に逆にちょっと後ろから押してあげたりとか、一緒に横に並んで一緒に同じ方に向いていったりとか、時には前を走ってみんなを引っ張っていけるような、それが背中で引っ張っていくっていうことなのかなっていうのはすごく、今自分なりの解釈ではそう。やっぱり東京バレエ団を作った佐々木さんは東京バレエ団が海外でも通用するようにっていろんなことを考えたと思うし、ダンサーと、指導者とスタッフが一心同体でこの舞台を作っていく、一番大元にそういう、佐々木さんの考えとかがあって継承されてきてて、ダンサーたちは佐々木さんがそんなこと言ってたっていうのは知らないと思うし、だけどどこかにそのスピリッツが残ってるっていうか。終演後カルラ・フラッチさんが来てくれたんだけど、その時に言ったの、佐々木さんっていう人が世界のバレエを一つにしてくれたって。本当に佐々木さんがもう長い歴史の中で作り上げていってくれたこの信頼関係が今こうやって延長線で今があるんだっていうこと。劇場との関係を作ってくれたのは佐々木さんなのに、彼がいないどうだったんだろう、本当にこれでいいのかなとかさ、あとこれで正しいのかなとか、そう佐々木さんがいて、そういう東京バレエ団を作り上げてきてくれた先生方や、それから先輩のダンサーたちがここまでやってくれたから、その上に今があるんだっていうことだけは、本当にその感謝の気持ちだけは忘れないでほしいって思う。Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà?
sa, so far tutto o forse niente, da domani si vedrà e sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va.